車という人類史上最もたけだけしく、そして悩ましく美しい発明品の誕生とともに流れてきた20世紀という時代。その時代も終わりを告げようという1990年、ついにそのベールを脱いだ1台の車があった。それがホンダニュースポーツ X、 すなわち NSX。 滑らかな流線でまとめられたフォルムは確かにどことなくフェラーリを意識せずにはいられない。しかしそこに秘められたポテンシャルはかのプランシングホースさえ凌駕してしまうのだ。すでに欧米ではポルシェ、コーベット ZR1 といったそうそうたるスーパースポーツとの比較テストが繰り返されてきたが、その結果はぶっちぎりの1位。3リッター VTEC エンジンをミッドマウント、オールアルミで高い剛性を誇るモノコックボディ、さらにサスペンションやシートにさえアルミを使ってシェイプされたその走りは、バックミラーに NSX を見つけたらすぐに道を開けた方がいいと欧米自動車雑誌に評されるほど。走りの本場でこれほどまでの評価が得られることからも、その性能の凄まじさを伺い知ることができるだろう。一説によるとサーキットランにおいてもかのスカイライン GTR よりも速いという情報もある。流れるようなセクシーなスタイリング、そして世界に認められた高性能。20世紀の最終コーナーを駆け抜ける日本初のスーパースポーツカーの誕生に熱いエールを送るとともに、新たなる伝説が誕生した瞬間に立ち会える喜びを分かち合おうではないか。ホンダのシンボルとなるようなスポーツカーを作りたい。そんな熱いホンダイズムの結晶がこの NSX。 6年間の開発期間を経ての見事なホンダスピリットの開花といえよう。そこには F1 で培われたハイテクノロジーがたっぷりと盛り込まれている。オールアルミ製のモノコックシャーシ、サスペンション、さらにエンジンを含めた徹底した軽量化を実現し、ライバルに対して約200キロものウェイトアドバンテージをアピールする。そしてこの軽量化によって走る、曲がる、止まるという車の基本性能を極限まで追求したミッドシップカーに仕上がっているのだ。89年2月のシカゴオートショーでセンセーショナルなデビューを飾った NSX は、その後モータースポーツ創明期から幾多のドライバーの命を犠牲に求め続けた過酷なコースを持つドイツのニュルブルクリンクで8ヶ月に及ぶテストを繰り返し、より速さに磨きをかけていった。ハンドリングの硬さ、スタビリティの高さ、ブレーキ性能、ボディやサブフレームまで含めたサスペンションの剛性の強化、徹底的に足回りは煮詰められ、鍛えられて熟成されていった。その結果、スパルタンなスポーツカーでありながらしなやかな乗り心地を兼ね備えた、まさにニューウェーブなスーパーマシンに仕上がっていると言えよう。エンジンはすでにインテグラシビックでおなじみの可変バルブタイミングリフト機構、すなわち VTEC を装備した3リッター V6DOHC を搭載。ノーマルアスピレーションによるレスポンスの高さと低速高速をカバーするカム効果によって回転全域にパワフルなフィールを演出するパワーユニットだ。エクステリアは日本初のスーパーカーにふさわしいスタイルをアピール。左右を絞り込んだ低くてコンパクトなノーズ、ロングテールでスポイラーまでスムーズに流れるラインが独創的な美しさを醸し出す。ダイレクトでスムーズなアクセルレスポンスで加減速を繰り返しながら、高速コーナーとテクニカルコーナーが組み合わさったハンドリングコースに NSX のノーズを向ける。どの辺りまでが限界なのか、限界を超えるとどんな挙動を示すのか、そんな考えはやがて意識の彼方へと飛び去ってゆく。これほど高いコーナリングスピードを維持でき、しかも姿勢のコントロール領域の広い扱いやすいミッドシップカーは今まで存在していなかった。140キロ以上で回れる高速コーナーではそれこそニュートラルステアのオンザレール感覚だ。さらにスピードを上げると強い横 G とロール角を増す。しかしステアリングをわずかに切り増しするだけでコーナーを難なくクリアし、その群を抜いた操縦安定性を見せつけてくれる。高速コーナーの旋回中にアクセルを戻しても急激な姿勢の変化も起こさない。
R の小さな中速コーナーではアプローチのスピードによりさまざまなパフォーマンスを見せてくれる。100キロほどでクリアできるコーナーをオーバースピード気味にアプローチすると、予想通りわずかにドリフトアウトのアンダー傾向を見せるが、グリップは瞬時に回復する。ノーズをインに向けリアにパワーが伝わると一瞬スライドし、その後立ち上がりのための強力なトラクションが路面に伝わっていく。同じレベルのスピードでアプローチしてステアリングを切ると同時にアクセルオフ、荷重をフロント寄りに持っていくとノーズの動きはよりクイックな挙動を見せる。このタイミングでパワーを加えると LSD の効果を受けてリアは滑らかにスライドを始める。そのままパワーをキープすればわずかなカウンターステアとともにドリフトを続けつつコーナーをクリア。そしてスライドと同時にアクセルを軽く戻してやればリアのグリップはすぐに立ち直り、ニュートラルな姿勢を保ったままコーナーをクリアしてくれる。挙動の変化、タイヤの操舵感、接地感がストレートに伝わってきて、実にコントロールの幅の広いハンドリングフィールである。このハンドリングと絶妙のマッチングを見せるのが3リッター V6VTEC の心臓。軽くアクセルを踏んだだけで瞬時に跳ね上がる特性がノーマルアスピレーションらしいレスポンスの高さを示している。アイドリングでも走り出せるほどフレキシブルな V6 の威力は一足ギアを75キロまで引っ張る実力を持つが、ミッションは全て高めの設定になっているため各ギアとも息の長い加速フィールが味わえる。これは大排気量の多気筒ユニットと同じレベルのフィーリングだ。3リッターの V6 でこのフィールを味わうことができるのは、ひとえに軽量なウェイト、そして280馬力のパワーからなる馬力あたり 4.82kg というパワーウェイトレシオの賜物といえる。低中回転域ではパワフルというよりスムーズといった印象を与える V6 だが、その真のポテンシャルを発揮するのは5000回転を超えてからである。エンジンサウンドもそれを示すかのように、高回転になるほどに共鳴音ともいえる高周波で豪快なサウンドへと変化していく。回転は8000回転のレブリミットまで極めてシャープなレスポンスを見せ、吹き上がるようなパンチ力を体感させてくれる。このエンジンの鼓動とサウンドを背中に聞いての走りはまさにスーパーカーならではのフィーリングと言えよう。さて、フェラーリ 348TB である。 NSX 開発においてホンダ技術陣がその目標としたとされるスーパースポーツ。エンジンレイアウトを横置きから縦置きへ、ボディの剛性アップ、サスペンションの熟成、さらにはノーマルアスピレーションながら300馬力を誇る 3.5 リッター V8 エンジンのエクスタシーは、今ジャパンパワーを秘めたライバルの登場にさらなる熱い地をたぎらせているのだろうか。そして NSX、 そのスタイリングは F16 戦闘機をイメージしてデザインされたという。もちろんフェラーリをはじめとする一連のエキゾティックスポーツカーのスタイリングを意識していないといえば嘘になるだろうが、ホンダ独自のフォルムを築き上げていることは間違いのない事実だ。各ランプの色調を揃えて一体感を高めたリアコンビネーションランプ、空力的に不利になることを承知の上でプロジェクターランプのレンズカットを妨げないで済むリトラクタブル方式をあえて採用したフロントライト、伸びやかなボディラインに有機的に組み込まれているラゲッジスペース、全てが一つの目的に沿ってデザインされているため、取ってつけたような印象は感じられない上、0.32 という CD 値さえ達成している。まさに航空機の操縦席を彷彿させるキャノピーデザインを与えられたキャビンによって、 NSX はミッドシップとしてはダントツともいえる水平方向の全方位視界が 311.8 度という優れた数値を確保。そのコクピット内もミッドシップ特有のタイト感はなく、本革を多用したインテリアにウィンドウ、シートにおごられた多彩なパワーアシスト、さらに小径3スポークステアリングにはエアバッグさえも装備して、一般乗用車にも全く引けを取らない乗り心地を確保している。2977cc V6DOHC VTEC、
このパワーユニットは埼玉県和光第4工場で熟練した12人の組み立て会員が分業ではなく1人が1つのエンジンを担当して組み立てるという方式をとって生み出されている。彼らのボルト1本の哲学が NSX に命を吹き込んでいるのだ。フロントフード内に収まるテンパータイヤについているホイールまでがアルミ製。徹底した軽量化だが、タイヤの下にはエアコンユニットが収められ、軽量化が快適性を犠牲にして達成されたのではないことがよくわかる。入念な4層塗り4層焼き付けを施されたボディカラー。現時点ではフォーミュラーレッド、ベルリーナブラックパール、セブリングシルバーメタリック、カイザーシルバーメタリックの4色だが、91年春からはインディイエローパール、シャロットグリーンパール、ニュートロンホワイトパールの3色が加わる予定がある。Well, if I were to compare the NSX to other exotics like the Ferrari Testarossa, for instance, the handling is in the NSX is really predictable. It has great balance and corners like it's on rails. Yeah, ミッドシップカーのドライビングの基本は、どれだけアクセルを長く速く踏み続けていられるかで決まる。アクセルを踏み込み、軽くテールが流れるところをシャープなステアリングさばきでくるりくるりとコントロールしながらコーナリングする。これこそがミッドシップカーの楽しさである。機能的にはコーナリング性能とトラクションブレーキ性能を高める最適な重量配分が必要となるが、 NSX は1名乗車時の重量配分が42対58と理想的であり、これによって生み出される絶妙のステアリングフィールにこそスポーツカーの最大の魅力があり、 FF 車にはスポーツカーの真似ができない理由がある。サーキットのラップタイムではなく、ハンドリングのフィーリングを重視するのがスポーツカーであり、 NSX はそのために驚異的なスタビリティを与えられているとも言えるだろう。 NSX は何といっても軽さとサスペンションバランスが相乗効果的に働き、世界で最もコントロールしやすいミッドシップスポーツカーに仕上がっている。 FF の大衆車作りに精を出す一方で、こんな車がホンダから突然出現してきたことは驚きに値する。リアドライブの車作りは初めてのはずで、しかも目指した世界がフェラーリとポルシェというドリームワールド。開発チームのスタッフはまさに命がけのテスト走行に明け暮れたという。そのアウトラインをモーターショーで発表するや否や、ニュルブルクリンクに腰を据え実車テストを繰り返した。ニュルがなかったらここまで仕上がりませんでした。そう語るスタッフのコメントにエンジニアの大いなるプライドを感じ取ることができた。日本初のミッドシップスーパースポーツのボディには、走りの世界に情熱をかけ続けるホンダスピリットが息づいているのだ。
NSX のマシンとしての主張は2つある。世界一級のあらゆる条件下での高性能と高いフィーリングを持っていること、世界一級の運転のしやすさと快適性を併せ持っていること。この2つをスポーツカーに求める人にとって NSX は間違いなくポルシェ、フェラーリをしのぐ世界一のスポーツカーだ。NSX は NSX の主張においてポルシェ、フェラーリに勝ると言えよう。 NSX よりポルシェ、フェラーリの方がいいとするならば、スポーツカーとはそんなことだけではないという回答を見つけなければならない。ブランド性、スタイリング、それらはあまり上等なレベルの主張とは言えない。ポルシェもフェラーリもそんなことは口が裂けても言わないだろう。スポーツカーとは何か。 NSX という車の登場はそれを我々に問いかけていると言える。 NSX の主張と回答はその存在の中に明確であると言えるだろう。